今日の日本株式会社物語は宝屋です。メガネレンズの会社、そう思う人ほど今日は奥まで覗いてください。そのレンズの目には内視鏡、眼内レンズ、マスクブランクス、HDD 用ガラス基板があります。身近なメガネから医療と半導体の裏側へ進みます。焦点が棚を2つに分けるなら、一方はライフケア、もう一方はインフォメーションテクノロジーです。人の目と医療、半導体とデータが並びます。この回では宝屋を透明な素材や精密部材を高付加価値に変える会社として見ます。光や微細な精度が問われる場所で見えにくい部材が価値になります。物語の入り口には光学ガラスから広がった会社という見方があります。光に関わる技術を土台にレンズや精密部材へ広げてきた会社として見ます。ここで大切なのは別の会社へ急に飛んだのではなく、光を扱う技術から目の世界、医療の世界、微細な部材の世界へ連続して進んだように見えることです。光をまっすぐ通し、歪みを抑え、形を安定させる発想が後の製品を見る補助線になります。まずはライフケアの棚です。メガネレンズ、コンタクトレンズ、内視鏡、眼内レンズ。同じ棚でも生活に近いものと医療に近いものがあります。メガネレンズは単なる透明な板ではありません。視力、使い方、地域の需要、販売網によって価値の出方が変わります。コンタクトレンズ小売は日々の利用に近い事業です。定期的に買う、店舗へ行く、そうした継続的な関係が大切になります。一方で眼内レンズは医療に近い領域です。同じ目に関わる事業でも日常商品とは求められる信頼の重さが違います。内視鏡はさらに医療機器の時間で動きます。性能だけでなく病院で使われるまでの時間や地域ごとの需要環境も見ておきたい領域です。だからライフケアを一つの箱に入れたまま見ないことが大切です。メガネ、コンタクト、内視鏡、眼内レンズでは時間軸が違います。宝屋らしさは巨大な市場を全部取りに行くことより精度や信頼が利く場所を選ぶところにもあります。小さな池で大きな魚になる、そんな市場選択の見方です。次にインフォメーションテクノロジーの棚です。ここでは半導体製造に使われるマスクブランクスと HDD 用ガラス基板が重要です。マスクブランクスは半導体そのものではありません。微細な回路を作る前段階で必要になる精密な材料です。ここが宝屋の面白さです。完成品の手前で精度の難しい部分を支える。小さな部材なのに大きな産業の入り口に立っています。目立つ完成品の名前を追うだけではこの会社は見えません。どの市場なら自分たちの精密さが一番効くのか、その選び方に宝屋の輪郭があります。だから宝屋を探すときは完成品名ではなく製造工程のどの細い入り口にいるかを見ます。そこに一社の強さが残ることがあります。HDD 用ガラス基板はデータを保存する装置の土台です。表面には出にくいけれど保存の世界を支える板です。クラウドや AI でデータが増えるほど保存の世界も変化します。その裏側にも宝屋の精密部材があります。こうして見ると宝屋は少し不思議な会社です。生活の時間と半導体投資の時間が同じ会社の中に流れています。ここで昌平の小さな帳簿を開きます。2026年3月期の宝屋は売上収益が9477億円でした。営業利益は2852億円、税引き前利益は3277億円です。公式第4四半期資料と決算説明会資料で確認できる数字です。2026年3月期の ROIC は 21.1% でした。資本をどれだけ効率よく利益に変えたかを見る数字です。ただし、数字は合計だけで見ない方が良いのです。売上収益、営業利益、税引き前利益が揃って伸びた時ほど、帳簿を2つの棚に戻します。ライフケアが生活と医療の近くで支え、インフォメーションテクノロジーが産業の奥で押し上げる。どちらの棚がどの力で伸びたのかを見ると、数字がただの大きな合計ではなく、事業のドライバーとして見えてきます。
通期ではインフォメーションテクノロジーが強く、特にマスクブランクスと HDDO ガラス基板が全体を押し上げました。ここでは EUV ブランクスや HDDO ガラス基板への大型投資も需要を約束する数字ではなく、会社が重要領域をどこに見ているかの手がかりとして受け取ります。ライフケアもメガネレンズやコンタクトレンズなど目の健康に近い商品が成長を支えました。けれどライフケアの中でも温度差があります。地域や製品によって伸びる場所と苦戦する場所が分かれます。一方でライフケアを全部同じ明るさで見るのは危険です。目の健康に近い商品が成長を支えた一方で、医療機器に近い領域は地域や製品ごとの需要環境を丁寧に見ます。医療機器は人の健康に近い分、信頼が必要です。同時に導入までの時間、価格の見え方、地域ごとの市場環境にも左右されます。半導体関連は需要が強い時には大きな追い風になります。一方で顧客の投資サイクルが変わると波も大きくなります。為替も見逃せません。世界で売る会社なので、円やドルやユーロの動きが売上と利益の見え方を変えます。研究開発では、より高い精度、より薄い部材、より使いやすい医療機器が問われます。小さな差が大きな価値になります。さらに新しい医療領域としてヒルスにも目を向けています。ただし、これは商業化が確定した未来ではありません。研究開発の主としてどの方向へ目を出すかを見る段階です。透明素材が価値になるというのはこの回の比喩でもあります。光、医療、データ保存の入り口で精度を支える部材が価値を持つという見方です。完成品の名前は誰にでも見えます。けれど完成品の手前にある難所は見えにくい。宝屋はその場所で価値を作ってきました。要点だけ整理します。IT はマスクブランクスと HDDO ガラス基板の需要を見ること。ライフケアはメガネ、コンタクト、内視鏡、眼内レンズを一つにせず、支えと課題を見る。利益や ROIC は使った資本との関係で見ます。額だけでは見えません。為替は実力の伸びと追い風を分けて見るための注意点です。医療に近い事業と半導体やデータに近い事業は同じ波で動きません。大家はガラス会社に見えて姿を変え続けてきました。素材から部品へ、部品から医療と半導体の近くへ進みました。小さな部材は完成品ほど目立ちません。でも精密な部材がなければ医療も半導体も前に進みにくくなります。翔平がもう一度棚を見比べます。片方には人の目と医療、もう片方には半導体とデータ。どちらも精度が価値になる世界です。数字は売上収益の合計だけでなく、どの事業が利益を押し上げたかを見ます。今日の鍵は2つの柱、ライフケアの分解、資本効率と為替、精密部材の価値です。身近なレンズと見えにくい材料が別々の時間を刻みます。大型投資は需要を約束する合図ではなく、重要領域を見る手がかりとして受け取ります。最後は透明素材や精密部材を価値に変える会社という見方です。最後に冒頭のメガネレンズへ戻ります。その奥に医療、半導体、データ保存の入り口が重なっています。まとめると、宝屋はガラスから医療と半導体へ進んだ会社です。メガネレンズの僕に内視鏡、眼内レンズ、マスクブランクス、HDDO ガラス基板があります。次に宝屋を見るときは、メガネレンズだけでなく、マスクブランクス、HDDO ガラス基板、内視鏡にも目を向けてください。次の信越科学では、完成品のさらに手前にある素材の舞台へ進みます。世界の産業を静かに支える素材の物語です。日本株式会社物語は続きます。数字の向こうには人と会社が選んだ道があります。案内役は翔平でした。次の章でまたお会いしましょう。